ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ギルドレイドがスタートしてから4ヶ月目になりますが、ヒーローの上昇のグリフのランクアップはどの程度進捗しているでしょうか？今回の動画では、カーク信者が上昇のグリフを育成している、6人のヒーローの途中経過を報告しようと思います。今現在のカーク信者が上昇のグリフを育てているヒーローは、いつも定番の、アスタロス、カーク、カイ、フェイスレス、ヨルガン、マーサの6人になります。ご覧のように、緑色の素早さのクリスタルを使用しているのはカークだけなので、カークの育成だけは上昇のランクがランク2まで進んでいます。これら6人のヒーローの中で、ランク2とランク5に存在するスキルアップグレードがすでに解放されているのは、カイだけなので、本当ならカイを集中的に育成した方が良いのですが、そんなに都合よく話は進みません。カーク信者の上昇のグリフについて話をするよう。インベントリを見る限り、クリスタルには、クリスタル、鮮やかなクリスタル、光り輝くクリスタルの3種類があり、気象は7種類、大いなる気象も7種類あります。大いなる知恵の木を見ると、木の枝が7種類に分かれているので、7種類の気象は、大いなる知恵の木で7種類に分類されているヒーローと同じで、それぞれに対応しています。上昇のグリフがランク2まで進めば、クリスタルの次の鮮やかなクリスタルをランク2のすべてのレベルアップで使用すると思っていましたが、どうやらそうではなかったようです。ランク2の最初の頃は、クリスタルを使用してレベルアップして、途中から鮮やかなクリスタルが必要になるみたいなのです。この画像をご覧になれば、上昇の戦闘の全体像を把握しやすいと思います。ランク2は、ランク1からランク5までが存在し、この表を見れば、どの資源がどのランクで求められているのかが一目瞭然です。ある意味、この一覧表を見ない限り、上昇の戦闘のレベルアップの仕組みを把握することはできないのではないでしょうか？ゲームを継続して遊戯していれば、そのうちわかるだろうと安易に考えていましたが、さすがに4ヶ月間もギルドレイドを遊戯していて、いつまで経っても全体像が見えてこなかったので、これはまずいな、と思ったのです。あなたは上昇の戦闘の全体像を把握しないまま、この4ヶ月間も遊戯を継続していたの？そのようなわけでして、今回の動画でこのような資料を視聴者様にお見せしようと思った次第であります。さて、カーク信者のインベントリを見てみると、ご覧のように、気象と大いなる気象が数百個ほどすでに溜まっていますが、先ほどの資料と今現在の上昇のグリフ用の資源を見比べてみると明らかに資源が足りないことがわかると思います。ここで、カーク信者が育成中のカークを例題にして、お話を進めてみます。約4ヶ月間のアスガルドの遊戯で、カークをランク5まで育成するのに必要な大いなる勇気の気象が310個ほどすでに集まっています。カークの場合だと、ランク4とランク5のレベルアップで、大いなる勇気の気象を合計で2160個必要としているので、すでに収集済みの310個が、いかに少ないかがお分かりになると思います。カーク信者が得意とする算数工学を活用すると、2160÷310個イコール、7、となり、4ヶ月 ×7 倍イコール、28ヶ月間を費やさないと、カーク1人をランク5まで育成できない計算になるのです。週末のギルドレイドのボス戦にて、今後も高いレベルのボスを討伐できるようになるでしょうし、イベント等で上昇の戦闘用の資源ももらえると思うので、実際には28ヶ月間も必要ないと思います。ちょっと待ってよ、今の話は、カーク1人をレベルアップする話だよね？わずか1人のヒーローのレベルアップに必要な資源の話になります。ただし、この4ヶ月間でその他の6種類の気象と大いなる気象も集まっているので、28ヶ月後には、7人のヒーローがランク5まで到達できる計算なので、個人的には、そんなに悲観するようなことでないと思いますけどね、あはは。さて、いかがだったでしょうか？
無課金や微課金プレイヤーにとっては、かなり大変だと思いますが、7種類の機種を効率よく使えるチーム編成を上手に考案すれば、無駄なく最短で7人のヒーローをランク5まで育成することが可能です。つまり、ダブルタンク編成や、ダブル DPS 編成ではなくて、7種類の分類の中から5種類のヒーローを選択すれば、無課金や微課金でも上昇のグリフを最大レベルまで育てることができるということです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。